えーっとシャナさん、シャナ RX7 さん、なんでこの86はこんなにかっこいいのかなって、これはね、完成度が高いからだと思うんですよ。結局やっぱりなんだろう、もう25年以上この86いじってるでしょ。で本当にもうこう完成度が高くて 100% っていうか100点に近い車に近づいてきてるからかっこいいんじゃないかなって、その音から走るのからだと思うんだよね。だって普通考えたらこんなリジットな足回りでこんな古い車がこんな速いわけないんだよね。なんでこんな古い車がこんな速くなるかっていうと、やっぱり金かけてんの。だからなんだろうな、皆さんには無駄金使ってほしくないからこうやって僕の AE86 紹介してるんだけど、トヨタ86もそうですけど、金かけないで僕がその金かけた分だけいいものを紹介しますよっていうね、そういう方が皆さんも遠回りしなくていいでしょ、無駄な金使わなくてと思ってます。あとね、続きまして公式土屋圭一初めて自撮りしましたの一番早くコメントくれたヘラクレスさんね、ありがとう。続きましてリュウハンさん、よろしくお願いします。 YouTube でラジオのようなことをしてみてはいかがでしょうか。これはね面白いかもしれないね。面白いと思う。ピストン西澤でも呼んじゃう。須藤真一さん、ドリフトしすぎておかしくなられたんか。僕もそう思います。その通りです。公式土屋圭一リクエストに答えます。睡眠用ですね。一番早くコメントくれた方、総ごちさんです。贅沢すぎる子守歌っていうね、ありがとうございます。続きましてね、敏郎さん、いい音、エアコン外してあるんでしたっけ。今まで1984年から86ずっと乗ってますけども、エアコンついた86乗ったことはありません。続いてアンダーさん、タイトル睡眠用ではなくおかず用でもよくない？どうでもいいでしょこのコメント。ラブライダーさん、あれ水着ギャルいないんですか。そんな金ねえよ。高いんだよ、モデル使うと。白沢さん、土屋さんの86ってパワーステですか。そうですね、ずっとね重捨てだったんですけど、テックアートのかまちゃんが年寄りだからパワステの方がいいんじゃないかってパワステつけてくれたら、そこから非常に楽になって、なんでもっと早くパワステをつけなかったんだろうと思ってるのが今日この頃ですね。はい。あとはね、ガナローさんはローギアードなのかハイギアードなのか乗りづらそう、辛くないですかっていうことなんですけど、全然辛くないですよ。123.3.54、全然。高速道路を120キロ以上で出さないかな、出すとずっと高回転になっちゃうけどね。皆さんもご覧になったように、昼間の会社の、仕事の帰りだとか夜走ってる時もそんなに回さないでしょ。で4速で5速でも100キロぐらいだと別に全然乗りづらいってことはないですよ。全然問題ないです。3.5 本当いいですよ。とっても気に入ってます。西島龍馬さんかな。何気なく土屋さん時計フランクミューラーリシャール、違います、クストスです。気に入ってます。続いてガンオンさんから逃げるなさん、土屋さん新しい86持ってたの知らなかった。そうなんですよ。つい本当に2019年にね、なんでって言われると、やっぱり新車って BRZ も86も350万するじゃないですか。でそこからチューニングしていくと500万超えるじゃないですか。そうすると普通の人にはそんな高額無理なんですよ。ローン組んでも生活いっぱいいっぱいで。だから今この7年経って中古車市場で100万台で買えるようになった。だからやっぱり皆さんもこういう100万ぐらいで買ってチューニングしていくと楽しいですよっていうことをお伝えしたかった。そういうのもあって、メゴンとね AE86 と並行してトヨタ86も進めていきたいと思います。
なんか取り慣れてない、土屋さん可愛いってよく言われるんだよこれ。本当になんかね、なんだろうね。あとはね、TKSHA さん、もう YouTube ライブ始めましょうよ土屋さん。 YouTube ライブね、これみんなによく言われるんですけどね、こうなんつうの、機材から何かでやんなきゃいけないでしょ。でその時になんだろうね、やってみようかね。今後考えますよ YouTube ライブね。いいかもしんない。シュワーツ6663、すんげえほっこりするんやけど、ありがとうございますね。フリーゲートパウさん、 YouTube っていうおもちゃ手に入れてはしゃいでる子供みたいで可愛いそうかもしれないね。だけどやっぱこの YouTube があることによって皆さんとこう Twitter や Facebook 以上にこうつながれるじゃないですか。だからそれはね、とってもいいと思う、この YouTube はね。シャチさん、土屋さんの功績は一般車とレーサーとレースとドラテクの概念の距離を著しく縮めてくれたことだと思う。ありがとうございます、本当にね。あとはね、マヨネーザー太郎さん、セミバケはつけられないのでしょうかっていう、普段使うならリクライニングにしてほしい気もするんですが、まあフルバケもセミバケもつけられますけれども、僕はやっぱりこう NSX の時もそうですけど、やっぱりリクライニング、その自分のその時の状態ってあるじゃないですか。サーキットでも峠でもそうなんだけど、その時の角度ってやっぱこう微調整で必要だと思うのね。でフルバケってやっぱりサーキットではいいんだけど、普段乗りだとねちょっと違うんだよね、フルバケってね。だからやっぱこうリクライニングシートで楽しんでますね。リュータマリアさん、レカロシートとブリッドシートのどちらをおすすめですかブリッドに決まってんでしょ。これだってブリッドはやっぱ1984年からですよ。86のレースから、ブリッドさんと共同で作るようになったのね。でそれまでレカロもつけてたんだけど、やっぱこう座高から肩の位置がやっぱり日本人に合ってないんですよ、大きくて。だからそれをブリッドの高瀬社長に言って、なんかこうアジア人っていうか日本人に合ったシートって作れないかねっていうところから始まって、いろいろ改良して今に至ってるんで、やっぱなんだろう、ブリッドのシートって本当185センチぐらいまでをこう日本人とかアジア人に合わせた作り込みをしてますよね。まあ大きいサイズもありますよ、もちろんレカラみたいな。だけどやっぱりそこを大事にしてくれてますね、ブリッドは。ということです。あとは公式土屋圭一ベゼルモデュール X 本気で開発しました。トークショーの画像ですね。ウガヤフキアウンズさんなんでこんな難しいようなネームつけるんだろうね。フィットモデュール X にも携わってるんですか。難しいんですよこれ、フィットは。やってますよ。シビックタイプ R さん、土屋さんが開発してるって本当なのかな。そうですね。エアロから何からいちいちこう文句を言わせていただいてますね。だからやっぱりいいものができるんじゃないですか。開発主査の福田さんはなんだろう、いいものができないとモデュール X って出さない、モデュール製品として出す。だからそこがやっぱりこだわるところが違うんですよね。1台丸ごとで完成しないとモデュール X としては世の中に出さないっていう人です。やってますよ、一から全部やってますよ、携わってますよ。 R ゲームさん、 R ゲームさん、土屋さんの血が入ってるなら高くても買っちゃいますね。よろしくお願いしますね。モデュール X ファンが増えてくれると嬉しい、ね。公式土屋圭一トークショーで汗坂東さんの乱入ですね。テトラ3786さん、坂東さんってこんなに老けちゃったのって。苦労が多いんですよ。やっぱこう GTA の社長でしょ。もうだ GTA って言ったらもう星野さんとか立川一丁とかいろんな人に文句言われるわけじゃない。それは頭真っ白になっちゃうよね。かわいそう3110ワークスさん、坂東さんの作る車はいろんな意味で激アツなんだな。
そうですね、坂東さんの車にはね、もう1986年7年ぐらいから N2 もそうだし、 N2 じゃない、スターレットの KP61 のマイナーツーリングっていうレースに出させてもらった時から、あとは JSS のソアラが出た時からずっと坂東さんですね。激アツですよ、あの人って本当に。ワールドラリーサイトさん、なんかバンド親分と土屋さんのやりとりって漫才みたいですね。いや昔からあんな感じですよ本当にね。多賀光夫さん、エリートだらけのレース世界にストリート上がりなどレアな時代にドリキンが活躍となるきっかけまで坂東さんの存在があるからなんだねって笑いを入れてるだけの本気話。薄いスペシャル車庫帳頑張って CA18 シルビアに購入したな。そうですね、坂東さんと倉津さんの存在がなかったら多分僕はねプロになれてないと思う。ととめたさん、昔、また20代の時夜な夜な走りに行ってた、夜中にお二人がやってたテレビ、これ TVK だよね、テレビ神奈川の番組ですね。それを見ながらああでもないこうでもないってやってたのを思い出しました。ありがとうございます。テレビ神奈川の K1 クラブですね。坂東さんと2人で本当に楽しかったです。 ICO10 秒馬券 CM さん、ドリキンさんにお前って呼べる、さすが坂東さんお前って呼べる人いっぱいいますよ。いるかないっぱいはいないねいっぱいはいない。昔ね、1984年にプロになって金もらったでしょ。その時に TRD の木村さんっていうモータースポーツ部の部長がいたの。もうその人と横浜タイヤに、本社の方にね水野さんっていう人がいた。その人ぐらいじゃないお前ってその水野さんからね、これ昔話ですよ。水野さんから今もう GTA にいますけれども、水野正夫さんから言われたのが、1984年だったかな、5年だったかな、お前らレーシングドライバーってバカしかいねえだろって言われたもんで、いや本当に。で俺頭真っ白になっちゃって、バカしかいねえ、バカはバカだな、車バカだしなっていうのがあって、でその時に言われたのが、その字が読めるようになれ、漢字ね、で文章を書けるようになれ、人前で喋れるようになれ、そしたらバカって呼ばねえからって水野さんに言われて、そこから勉強しましたね。永六輔さんの講演を聞きに行ったりして、あとはやっぱり原稿とかね書けるようになったしっていう、だから水野さんのおかげだよね、バカから脱出したのは。あれはね強烈でしたよ。お前らレーシングドライバーってバカしかいねえよって言われた時に、確かにバカだなみたいなね。でそこから勉強して今があるんだと思う。やっぱこうやって喋れるのもそうだし、原稿書くのもそうなんだし、なんちゃってジャーナリストもやってるじゃないね。好きな車乗れるしさ、新車でも、そういうのがあって今に至ってますね。坂東さんもそうだな、お前バカだろって、はいバカですみたいな、そんな感じでやってきましたよ花はじめさん、これは本人じゃないわな。坂東様、土屋様、本当にあの頃の自動車産業を支えた立役者のお二人です。坂東様は私のたまたま好きな洋服のブランドが、F 商工会様、車の趣味から離れた今も雷モータースでお世話になっていますということですけどね。坂東さんもねこの YouTube 見てくれるといいですよね。かもちゃんなんで2つ言うのこれ、かもちゃんさん、左手の真上のエアコンダクトの上方にあるでかいつまみが A86 のワイパースイッチ、なんでそんな場所に設置しただろうなんで俺に聞くな、こういう質問をトヨタにしてくれなんでいやワイパースイッチもそうなんだけど、やっぱライトここでしょ、ワイパーここでしょ、それよりもハンドルの向こうにハザードスイッチがあることの方がおかしいでしょ。あれほんと薄い時計でスピンした後ハザード出すの大変だったんだから、ここはハンドル回しながら、あれ俺不思議でしょうがない。なんであのとこにハザードバッグねつけたんだろうね。腰つべさん、フルバケにドスンって普通になかなか座れないけどどうやって座ってんだろう。
座り慣れてんですよこれ本当に。ただそれだけね。すみちゃん、この動画内で、の異名はブタマンキングかな。土屋さんがこんなまったり走ってるの初めて見る人多いんじゃないかな。初めてですよ、ね、こういうまったり走るの。大体だってテレビでもホットバージョンでもカートップでも何でもそうだけど、まったり走るなんかみんなカットじゃんねそこが面白いね。マシューファムさん、ミラーをよく確認して正しく運転しています。ありがとうございます神経質なんですよね。まあ、レースの時もそうなんだけど、一般道は余計神経質になりますね。言い方悪いけど、レースの時ってこうみんなが集中して同じ方向に急いでるわけじゃない、ね、100分の1秒1000分の1秒競って同じところに行きたいわけじゃない。でも一般道って違うじゃない。あっち行ったりこっち行ったりする人もいるし、ウインカーも出さないで曲がる人もいるわけでしょ。それが怖いんだよね。あとバイクとかチャリとか、だから割と神経質だと思いますよ。だからよく見て運転してますね。素晴らしいが奥が深い。それはどのような伝達ですか。通常のシフトパターンに従っていないのです3.5 速のこと言ってんだよこれね。だから海外の人って 3.5 速分かんないんだろうね。これ日本にしかないと思う。123.3.54 っていうね、バックはこの1だから、海外の人から見ると3.5 の1っていうのは非常に不思議なんだろうね。だけどやっぱこうクロスしてるからそこがいいんですよ。 D15Z1SUX さん、ストリートで他に86がいたら勝負しますか。しません。人は人、俺は俺ね。 Y ヒロさん、豚まんと肉まんの違いはさっき言ったじゃない。肉の大きさ、具の多さ具の少ないのが肉まん、ね、肉のブロックみたいなこう高そうな肉が入ってるのが豚まんだと思うんだ。一番好きなのは551、ね、551ね。大阪のさ空港で買ったんだけど、羽田で置き忘れてきたっていう、こうダッサいんだよこれ。自分の荷物バッグ取るのにね、こう流れてるでしょ、ベルトコンベヤー。そのバッグを取るのに豚まんの551置いちゃったんだよね。それで忘れてきちゃった。悲しい、心残りだ。ベルモット 32DNRXY さん、どこの高速道路ですか。これは首都高ですよ。もう辰巳パーキングエリアは撮影不可能になってますね。こうついたてができちゃって夜景が撮れなくなってる。あれおかしいんだよね。マスコミもおかしいよね。あれみんな暴走族だと思ってる。違うんだよね。俺みたいにゆっくり流してる人たちもたくさんいるの。もう一部の人をかいつまんでみんな暴走族だって思ってる。だからそれを報道するでしょ。だから辰巳にいるのがみんな暴走族だと思われちゃう。これはね、やっぱり我々車好きにとってはすごくいい迷惑。もう本当にそこだけかいつまんでこの人たちが暴走族って見せられる。あるいは辰巳を閉鎖されて夜景と一緒に車を撮る我々のこうなんつうの、もう本当にこう小さな幸せを取らないでほしいよね。平和ぶっ壊したくなるけどもね、取ってくんないかね、都の方でね。あれ迷惑ですよ。全員が暴走族じゃありません。僕みたいにゆっくり流してる楽しみ方もあるんですね。普段の移動は86メインなんですか。千子さん、86メインではないですね。普段はね、仕事に行くときはオデッセイですね。モデューロ仕様のオデッセイで移動してますね。WSLPHR さん、東京ゲートブリッジ先のファミマ若洲のところで豚まん買ったのかな。そうですよ。そういう感じです。ケンジローレンスさん、土屋さん電車も乗るんですか。乗りますよ。電車も乗るしバスも乗りますよ。好きですね、電車ね。バスも好き。なんだろうね、バスに乗るとね寝るね。電車はなんかこう人がこう横にいるじゃない。だから気になってあんまり寝られないんだけど、バスはなんかすぐ寝る。だから車が好きなんだろうね、きっとね。車に乗るとすぐ寝るな。0805ワイアンチャンネルさん、昔の車が気持ちいいとのことですが、今の車に欠けているものは何ですか。これはね、完成されすぎてるから面白くないんだと思う。昔の車って
なんだろう、そのトヨタも日産もホンダもそうだったんだけど、やっぱりこうシフトパターンエッジなんだけど、それがそのメーカーごとにちゃんとこうぐにゃぐにゃするのとかしっかりしたのとか、そのストロークだったり、そういう味があったのね。だからそういうのが今の車って、まあヨーロッパ車も含めてだけど完成度が高すぎちゃって、その一般の道でのインプレッションだとどこのメーカーの車に乗ってるか分かんない。だからそこはね、本当そう思う。昔の車だったらトヨタでも日産でもメルセデスでもポルシェでもそうだけど、スーッと乗っただけでもすぐ分かる。あ、これポルシェだ、BM だ、ベンツだ。だけど今の車ってやっぱりオートマもそうだし、完成度が高すぎる。そのツインクラッチもそうだし、目隠しで乗ったらどのメーカーか分かんない。だからそこに味がなくなっちゃったんだよね。で今の車って本当にやっぱりそういう乗り味が全部同じになってきて、世界統一みたいなね、実規格じゃないんだけど、そういう車ばっかりになってきたから面白みがなくなってきて、だから速さを追求していったり馬力を追求していったりっていう車が増えてきてるんじゃないかな。だからそこまでその今の車って完成度が高いから、その味がないっていうかな、面白くないっていうかな、すぐ飽きちゃうんじゃないかなと思います。レーサーも公道は安全運転、毎日の行動もお手本みたいで好感度爆上がりじゃないね。飛ばさないよ本当に。普段かっ飛んでるレーサーっていないですよ。続いて無学な亡霊さん。土屋さんがのんびり86乗ってると藤原文太に見えるのは私だけでしょうかこういう動画見てると首都高バトルシリーズ復活しないかな。首都高バトルね、ありましたね。バンドさんとやりましたね。この映画はね、これでこの時代結構面白かったと思う。本当に首都高を走ってる暴走族を捕まえて、お前そんなことやってると死んじゃうぞ、ね、俺と勝負したかったらさっきに来いっていう映画なんだけど、マニアックな映画なんだよこれ。まあ、そういうのもね、菅原文太に見えるか。あ、藤原文太藤原文太に見える。まあ、文太とはね、長いこと会ってないね。電話したっきりだね。ともさんは土屋さんサングラスどこですかって。これこの質問結構多いですよ。僕のはね、高木真一君からもらった、プレゼントされた、高木真一君のスポンサーのスミスさんが毎年新バージョンを作ってくれて、高木真一君からプレゼントされてます。ですから別に毎年真一さんからは2種類3種類プレゼントされてます。本当ね、ありがとうございます。気に入ってますよ。気に入らないと僕かけないんで、もらったもんでもとても気に入ってます。シロッセホレックさん、マリオカートということで土屋さんは赤いパーカーなのかな。お首にはルイージ殿もいらっしゃるように。そうですね、マリオカートに合わせて、マリオさんに合わせて赤のパーカー着てきましたよ。これもはいね。お名前不明さん、マリオカートで軍祭って出ないかなね。軍祭出たら面白いよね。俺絶対早いよね。今回お届けしましたけれどもね、皆さんの質問にお答えします。1、2、3、こんな感じでこれからもやっていきたいと思います。たくさんねありすぎてお答えできなかった人もたくさんいらっしゃいますけど、申し訳ありませんね。いろんなコメントお待ちしております。この先ね、チャンネル登録者数が10万人超えましたら特別企画として、備えてね、僕の86助手席に乗せちゃおうかななんて、ことも考えておりますのでね、もう7万8000人になりましたけれども、もうじき10万人かな。10万人になったらやりましょうかね。抽選でやりたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。